時刻は16時30分になりました。後半はエイジアンのコーナーです。後半も引き続きよろしくお使いください。はい、また、ご意見ご感想質問などはメールで受け付けております。メールアドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829310760 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではですね、イントロの曲を1曲挟んで栗林さんにバトンタッチします。エイジャンテーマソングお願いします。エイジャン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、廿日市から広がる世界の仲間、文化の違いを分かち合い一緒に未来へ歩み出そう。異なる言葉が響き合い笑顔の輪が広がるとき、心の壁を壊してみせよう。手と手を合わせれば道は開ける。エイジャン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、広島から広がる世界の仲間、文化の違いを分かち合い一緒に未来へ歩み出そう。地域声に耳を傾け、共に育むこの場所で、トラブルだって乗り越えてゆこう、支え合う力が僕らの力。エイジャン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、廿日市から広がる世界の仲間、文化の違いを分かち合い一緒に未来へ歩み出そう。いろんな夢が交差する場所で、あなたと私がつながる。困難を共に乗り越えて新しい風を感じながら、エイジャン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、広島から広がる世界の仲間、一緒に支え合い困難を乗り越え未来を明るく照らしてゆこう。エイジャン心を開こう、共生の中で手を差し伸べて共に歩こう、この廿日市の街で愛を育てながら明日の希望を作り出そう。はい、今流れた曲がですね、私どもエイジャンのテーマソングということで白馬さんがわざわざ作詞作曲していただいたものでね、私はもうこの曲を聴くたんびにね若返っております、ポップな感じでね、本当に、素晴らしい、生成 AI をね駆使されたと思いますけどもね、今日でお招きしております、ゲスト先ほどから、あるんですけど大変パワフルなゲストなのでですね、負けないように頑張りたいと思います。改めて、月の光国際子ども園の、COO チーフオペレーションオフィサー、そして廿日市国際交流協会の会長でもあられる望月力さんをご紹介をいたします。どうぞ改めて自己紹介をお願いいたします。はい、社会福祉法人空、のそして、廿日市国際交流協会会長の望月力です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半も、私もですね今日の、ゲストの、お話に触発されまして、いきなり京都の
幼稚園時代を思い出したんですね。大東幼稚園ってホームページで今も載ってる有名な幼稚園なんですけどね、私がその人生の83に間もなくなるんですが、すごいですね。この人生でね83最も楽しかったのがこの幼稚園時代なんですよ。そうなんですね。もう自由気まま、昼寝して、私はいつまでも昼寝しとって、他のものはね紙芝居見とって何でもいいんですよ。キリスト教系ではあったんですけどね、いろいろな物語を話してくれましたね。小学校いた途端にね、そうはいかなくなって、教室で私はこんな牢屋にはおれないということで、1年生から拒否しました。授業拒否時、初代授業拒否時元祖ですね。もうだから学校のランドセル持っていくんですけども、すぐ教室から飛び出して、校庭の隅の、砂場があってね、クリちゃんの砂場として有名になったんですよ。1000人以上の、学校の生徒の中でね、1人だけ私がそこを管理してました。だからもう1年2年、ずっとね、春夏秋冬そこで。でもね、私はそういう中でね、今回広島へ来てですね、日本初のバカロレア教育を柱とする幼稚園があるということは本当に驚きでした。さすが世界を股にかけてね活動してこられた望月さんだからこその事業と思われますけど、これをちょっとですね、ぜひ素人に分かるようにお話しいただけるとありがたいです。ありがとうございます。今栗林さんがおっしゃった通りですね、やっぱり子どもたちそれぞれに興味関心が違いますから、やっぱこう砂場で遊んでたい子もいれば、生き物が好きな子もいれば、新幹線が好きな子もいれば、いろいろなお子さんがいらっしゃいますので、やっぱりそれぞれの興味関心を大事にしながら、やっぱり今栗林さんが言われたように幼稚園時代が一番楽しかったって言ってもらえるような園を作りたいなと思っておりまして、実は幼稚園とあと保育園とうちが今子ども園なんですけど、これ3種類実はありまして、それぞれに違うんですね。ちょっとで幼稚園っていうのは割と文科省の管轄で教育を柱として、重視していくと。で保育園は厚労省の管轄なので、共働き世帯だったり、ちょっと子どもさんの、やっぱり日常ですね、お世話をできないという方の代わりに保育をしていくという園でして、で子ども園っていうのが結構最近できたもので、この保育園のいいところと幼稚園のいいところを合わせ持つ、園になります。なのでうちはそういった教育も大事にしたいですし、子どもたちが安心して過ごせるような保育も大切にしたいと。その上でですね、外国人の先生が園におりまして、日常的に英語に触れることができると。そして、今おっしゃっていただいたように国際バカロレア教育を柱としてですね、子どもたちが主体的に日々楽しみながら、自分がやっぱり興味があることを追求していけるような、探求していけるような活動を大事にしております。そうですか。はい。そこで私が気になるのが、卒園された子どもたちはですね、その後どんなか。そうですね。そうですね。やっぱり卒園した後も小学校にどうしても公立の小学校ですね、近隣の小学校に行く子どもさんが多いんですけど、それ以外にもやっぱり私立の小学校に行くお子さんもいらっしゃいますが、やっぱり保護者の方にはね、いつも言われるのが、やっぱせっかく英語に親しんできたので英語力を伸ばしてほしいというので、うちの近くにですね、ちょっと英会話ができるような教室を開いたりとか、継続して卒園した後もですね、うちの園に帰ってきたりできるようなイベントもやったりとか、いろいろなことをやってるんですけど、やっぱり共通しているのは子どもたちが本当にのびのびと過ごしてきたので、小学校に入ってもそういった主体的に自分から活動に取り組むような子が多いんじゃないかなというふうに感じております。それは安心ですね。私もね、小学校では本当に、ちょっとショックだったんですが、そのうち素敵な先生に巡り合ってですね、素晴らしい。その人が寄り添ってくださって、いいですね。もう神様のような人でしたね。何が起こるか分からんですね、人生は。そうですね。でも今ね、やっぱり不登校の子もすごく多いですから、やっぱりそういった面でも教育、日本の教育もですね、
ちょっとやっぱり今までの教育をそのままやっていたのではそう合わない子どもさんも多くなってきたんで、何かしらやっぱり変わっていかないといけない時期になっているのかなというのは感じますね。一言、私はね83になってね、自信の、あるとしたら幼稚園児小学校時代のその授業拒否時、あの時の自信です。私は誰にも殺されもしなかったし、いじればれもしなかった、堂々と悠々と生活してましたから、そうですよこうね。いうのがね、力になっとる。何でもええじゃんって何でもええじゃんはいとんでもない話です。はい、それではですね、次のですね、コーナーに行きたいと思います。How to 日本暮らし。はい、ちょっと一転してですね、この情報提供ということなんですが、やっぱりいつもの通りですね、廿日市の広報、これは各家庭に無料で送られておるものですね。ですからね、これはやっぱり貴重ですよ。今回ご紹介しようとするのは2ページから5ページなんですけど、2ページから5ページ開いてもらったら分かるんですけど、安全で安心できる暮らしのためにということでね、市役所の人権市民生活課が取りまとめられたものなんですね。本当にね、今ちょっといろいろと不安なことが多いです。迷惑電話もありますし、いろいろあるから防犯灯が必要だなとかいうのもあるしですね、それからオトモポリスというのをですね、広島県の県警、このオトモポリスをやってますよね。このホームページを QR コードから読み取りますから、ぜひね、こういったものもスマホに入れといたらどうでしょうかね。アプリの一種ですよね。通報したりとか、そうそう、それがさっとできるからね、ぜひ一つやってください。それからそういう緊急的なものではないにしてもですね、消費生活に関するいろんなトラブルがあることをね、一言付け加えます。市役所の1階にですね、消費生活センターというのがあります。そこにですね、ぜひぜひ何か消費生活のトラブルがあったらね、電話でも受けてくれますからね、これも覚えておいてください。4ページにあります。以上、市の広報からご紹介いたしました。次にですね、永者の行事ですけども、これも簡単に申し上げますが、結果報告ですけど、まずは、先般、廿日市市の美術ギャラリーでですね、カラフルタウン廿日市というのをやりましたね。これ毎年やってるんです。4日間やったんですね。8月の21から24で、大変広いところに130枚ほど写真を展示してですね、動画もやりましたね。で、廿日市広島の国際化の歴史現状、世界の戦争被災地に対する広島からの支援ですね。広島県すごいことやってるんですよ、ボランティアが。例えばピースウィンズジャパン、平和な翼の、神石高原町の本部があってね、東京とか九州に支部がある、こういうとこですよ。従業員が600人からいる。それがね、世界のありとあらゆるところへ、ウクライナ、ガザとかミャンマーとかへね、率先行って医療とかね、生活支援をしていますよ。すごいですよ。その写真です。我々も ICAT という、似たような団体を作ってるんですかね。その展示もしました。それが結果ですね。これ今年もじゃあ来年もやりますのでね、またご紹介いたします。それからですね、近々の情報としては9月21日に先ほど白馬さん紹介していただいた、ワールドフェスタというのがね、これは広島駅の降りたらすぐ北側すぐにありますからね、ぜひぜひお越しください。私が予約券というかね前売り券持ってますよ以上です。990当日券が999円で、前売り700円でございますから。700円ですねそれからね、10月5日はこれはちょっとあまり大きい声で言えないんですが、ペアセロベという、行事が、これもまた広島市民を中心とする行事で、これもじゃん行くんですけど、残念ながらその日がね、秋フェス、実はね30周年にバッチリ当たってました。いや、ペアスルーバーね、世界の料理とかね、音楽があってね、やっぱり秋はね、イベントが多いのでね、掛け持ちもできるので、ぜひね、両方行ってもらえたらと思いますね。そんなことで、じゃんいろいろありますけども、ホームページ開いて、SNS じゃんというようなことでね、じゃん SNS、どっちだったかな、じゃん SNS か、YouTube も見てください。そろそろですね。木本さんの曲に、そうですね。木本さんは今度のワールドフェスタでもですね、紹介しましょう。このね、木本さんという人、私はね、本当に素晴らしいこの歌手にね会いました。皆さんご存知だったんでしょうね。国際的に活躍しておられる人で、この方のね
美しい青い地球、青い星とも、この歌はね、私を心を捉えましたよ。スティーブン・リーバーさんって前国際交流のね会長でしたかね、やっとられた人が翻訳をもう英文に翻訳されて、最初の作は、木本さんがされたんですね。ものすごいシンプルな歌詞なんですけどね、被爆地の被爆2世である彼女だからこそのね、心に訴える本当に素敵な歌ですね。これを今から聴いていただければと思います。風光る春の小道を歩いた小さな私をそっと握った手のぬくもり、暑い夏の空、南風となって大人になった私を見守ってくれたね。秋の日は寂しくてただ遠い海を見ていた。木枯らし吹く冬の日、あなたはどこへ見えない。春の風、夏の空、秋の海、冬の星、かけがえのない美しい青い星、あなたを守りたい。広島でええじゃん。はい、さあそれで先ほどね木本さんの曲が途中になりましたが、ぜひね本人が歌っていただける9月21日日曜日、広島駅の北側ですよ、東区民文化センターホール、ここにぜひぜひお越しください。それではですね、改めてゲストの望月さんの方からですね、この度、リスナーいろいろおられると思うんですが、日本人も外国人もですね、何か、メッセージございましたらお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。社会福祉法人空の運営する月の光国際保育園フルムーンインターナショナルこども園、こちら、入園説明会等来月ぐらいから始まりますので、ぜひ入園をご検討の方は、来ていただきたいのと、あと私の担当する、FM 廿日市の番組が、毎月第1金曜日、11時からのムーンヌーンチャンネルと3時からの、初カレッジありますので、ぜひお聞きいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。その2つの番組の違いって何でしたっけ？ムーンヌーンチャンネルは私単体でやっていまして、国際教育とかですね、そういった話をさせていただいて、初カレッジは大人の学び直しラジオという、名目で、宇宙博士の、井筒さんと一緒に、お送りしております。はい、ぜひですね。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、
素晴らしいですね。そういうねお話もちょっとこれから聞きたいです。私の方もねこうやって FM 放送をさせていただきますし、その後 SNS でですねいろいろ YouTube、エージャン SNS から聞いてみていただいてたらありがたいんですけどもね、いろんな外国人を取り巻くトラブルについてのですね分かりやすい動画での説明をしたりしてますし、イベントも紹介してます。今後も続けたいと思います。で、今後ねなんとか在住廿日市あるいは広島、こういったところの近所のですね在留外国人、この方たちのですね生の顔、そしていろんな活動をですね紹介していって、そしてコミュニティのねそういう場を作りたいなと思ってます。こういったところにこういう人がいるよというのがあったらね、ぜひぜひリスナーの方でねご紹介いただけるとありがたいと思ってます。これからねも何かとねそういう機会を作っていきたいと思っていますので、今模索中でございます。白馬さんがいろいろと曲を作ってこられましたけどね、あれで随分ね喜んでる人が多いと思うんですけどねどうしてあんなことができるのか、生成 AI というのはすごいと僕は思っている、本当にですねさまざまなですねAI、 私も別に今まで音楽をやったりとかやってなかったんですけれど、そういう誰でもですねそういう絵を描いたりとか、曲を作ったりとか、動画を作ったりとかですね、特殊な技術がなくても、できるような時代になってきたということでですね、さまざまな英語と一緒でやっぱりツールですので、それをどう使ってどう表現するか、誰のために何をするかということでですね、さまざまな今私も模索しながらですね、特にですね今日も市民団体のところでちょっと音楽作り、市民団体の音楽作りみたいなですね、ワークショップしてきたんですけれど、さまざまなね団体とかですね保育園さんもそうですし、学校さんもそうですし、市民団体も NGO も含めてですね、こういう曲を作ったり動画を作ったりとかですね、それを多言語でですね、英語だけではなくていろんな言語で世界に流したりとか、そういうことができるさまざまなツールが出てきて面白い時代になったなと考え、私らはねボランティアをずっと続けてますが、もう10団体以上入ってる、それがねちょっとしたことで事務局長が休止された、あるいは理事長が病気で部屋も使えなくなった、それで終わり、そういうことがね多いんです。だからねいろんな人の努力がね記録にも残らない。でそれをね書類ちょっと確認したいって、遺族もいらっしゃる中でねなかなかできないんです。なんとかね生前にこの活動している最中にですね記録をどんどん生の情報をねこうして残していってほしいです。これ素晴らしいツールだなと思って、ホームページでも作るときはね、それを集約して5ページを1ページにするじゃないですか。素晴らしいなと思います。そういうのをどんどんですね、広島からですね、平和のメッセージや動画、音楽さまざまね発信していければなと、ラジオもね含めてねそうですね、思っております。頑張りましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、それではですねそろそろお別れの時間となりました。ぜひですね感想をもらえればと思います。この放送はですねアーカイブ動画にして YouTube チャンネル広島でエージャンからお聞きいただけます。次回もですね毎月第2火曜日の午後4時放送いたしております。夢タウン廿日市さんが FM 廿日市スタジオからお送りいたします。お相手は廿日市国際交流協会外国人相談センターの幸太と、一般社団法人エージャンの栗林克之とゲストの望月力でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当ありがとうございました。ありがとうございました。